こんにちは、月島です。前回はパラメトリックイコライザーの使い方を見ましたが、今回はそれ以外の2つのタイプのイコライザーのグラフィックイコライザーとリニアフェイズイコライザーを見ていきたいと思います。目次です。グラフィックイコライザーの特徴、リニアフェイズイコライザーとは、最後にまとめと次回予告です。それではグラフィックイコライザーの特徴から見ていきたいと思います。グラフィックイコライザーは主に実機で PA、ライブや演劇などの音響ブースなどで使用されることが多いです。また、ベースアンプなどに搭載されているケースもあります。DTM などのミックス作業では使用されているイメージは少ないのですが、見ていきたいと思います。左が Waves の API560 で、右がプラグインアライアンスの SPL EQ レンジャープラスです。どちらもブーストカットできる周波数帯域が決まっています。使い方は動かしたい周波数のフェーダーを上げるか下げるかだけですので、パラメトリックイコライザーよりシンプルで簡単です。ただ API560 で 800Hz をブーストしたいと思っても 800Hz のフェーダーがないので操作できないとなってしまいます。パラメトリックイコライザーの方がその辺は自由自在ですので、 DTM 上ではパラメトリックイコライザーの方が多く使用されているのだと思います。ただ、この API560 はヴィンテージ機器をシミュレートしているプラグインですので、イコライジングせずに通すだけでも API の独特なアナログ感を付加するといった使い方もあり、とても価値のあるプラグインだと思います。プラグインをオンにしてアナログのスイッチをオンにします。アウトプットを少し上げてみます。5kHz から上にノイズが発生しています。これがこの API560 のアナログ感の特徴になります。それではドラムループを再生しながらいくつかフェーダーを動かしてみます。どのフェーダーを動かしてもその周波数帯域の音をしっかりとブーストカットしています。また SPL EQ レンジャープラスは操作できるフェーダーの周波数帯域をかなり変えることができます。パソコンのプラグインならではの便利機能になりますが、これができると自由度が増してパラメトリックイコライザー寄りになりますので、とても使いやすくなります。ただ、私の場合はグラフィックイコライザーだと9幅の状態がよくわからないので、使うのを躊躇してしまうケースが多いです。次はリニアフェイズイコライザーについて見ていきたいと思います。リニアフェイズイコライザーを表示しました。Waves のリニアフェイズ EQ と FabFilter の Pro Q3 です。FabFilter は機能を切り替えることでリニアフェイズイコライザーにすることができます。どちらも見た目や使い方は普通のパラメトリックイコライザーと同じです。Waves のリニアフェイズ EQ を見てみると、ブーストカット量を指定するゲイン、周波数帯域を指定するフリクエンシー、幅を決める Q とカーブの種類を決めるタイプです。普通のイコライザーと何が違うのかというと、内部の処理の仕方が違います。普通のイコライザーは任意の周波数帯でゲインを大きく動かすと、少しずつ位相というものがずれてきます。位相がずれるということは、ざっくり言うと音が進んだり遅れたりする現象を指すことがあります。
プラグインを使用して音をいじっているわけですから、副作用でこういったことが起きるのは仕方がないです。対してリニアフェイズイコライザーは位相をずらすことがなくイコライジングができるイコライザーです。リニアフェイズイコライザーは位相がずれないイコライザーですので素晴らしいと思いますが、デメリットもいくつかあります。まずパソコンへの負荷が大きいです。イコライジングしつつ位相をずらさないように内部処理しているのが理由です。そして原因を極端なセッティングにするとアタックが弱くなるといった現象が見られます。リニアフェイズイコライザーの使いどころはマスタリング時やステムミックスなどで 1dB から 2dB くらいの微調整をしたいときに使用すると良いと思います。次はまとめと次回予告です。今回取り上げたグラフィックイコライザーとリニアフェイズイコライザーは DTM のミックス作業においてそんなに出番は多くないかもしれませんが、ピンポイントで正しく使用すると良い仕事をしてくれるプラグインだと思います。次回はいよいよ実践編ということで、音源を使用しながらイコライジングのコツについて私の経験に基づく考え方や心がけていることをお話ししていきたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。